はい、おはようございます。宮崎から帰ってきて、今日はここ、上総一宮町イエーイ、7月の21日、海の日なんですけど、7月21日に、移住先一宮町で過ごすマイマイの1日 Vlog っていうことでやっていきたいと思います。マイマイが、ナシチャンプルでお仕事して、その後にランチ食べて、その後一宮でサーフィンしてみたいな、マイマイの、とある日の一日をお送りしたいと思います。ということで、早速ですね、今日はナシチャンプルに出勤していきたいと思います。7月21日、海の日のマイマイVlog やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで今からですね、まずは今日は仙道っていうね、一宮町にあるスーパーで買い出しをしていきたいと思います。ナシチャンプルに使う卵を卵を60個お願いされてるので買っていきます。今日は卵が安いです。ナシチャンプルで使ってる卵はこの千葉県産の赤卵をいつも使ってます。はい、ナシチャンプルに到着しました。今日は海の日なんで結構ね、お客さんがもう朝からもう30個ぐらい注文があって、で今日も海に配達したりとか、今日海の日なんでめっちゃ盛り上がりそうなんで楽しんでいきましょう。今11時ですね、オープンしました。ということでナシチャンプル楽しんでいきたいと思います。11時19分配達カーに乗り換えて、今からナシチャンプルを配達しに行きたいと思います。今日はですね、一宮海岸の海沿いに注文が入ってるので、車とナンバーを聞いてね、それを目印に配達したいと思います。配達料は無料なんで、結構ね、お休みの日とかすごい配達が入るんですけど、はい、めっちゃ楽しいですね。なんかこう一宮町を駆け抜けるって感じで、じゃあ行ってきます。海に配達に来ました。ナシチャンプル4つ頼んでくれましたありがとうございます。注文って配達は初めてですか？何度か。ありがとうございます。嬉しい。かわいいかわいい。みんなまだ海入ってるんですか？カニを探しに行ってる。かわいいありがとうございますすごい、海の日の一宮海岸はめっちゃ人がいますね。こんな感じで大混雑です。波もぼちぼちあるからサーフィンもできる感じで、なんかめっちゃ楽しそうです。私も多分今日一日はめっちゃ仕事して大汗かくと思うんで、終わったらサーフィンしたいと思います。今11時35分、ナシチャンプルに配達1件終わって帰ってきたんですけど、次の配達がまた入ってるみたいで、準備してもう1件配達に行きたいと思います。今日はたくさん配達が入りそうで、もう汗だくです。でも楽しい。はい、今14時6分です。配達今日10件目ぐらいかな。今日はサーフガーデン、森さんとかね、店長とか頼んでくれたので、今からサーフガーデンに向かってます。倒れた。のどかですね。やっと配達が終わりました。いやー、めっちゃなんかバタバタと、今は2時37分、あと30分もせずにね、営業が終わるので、もうあとちょっとお仕事して早く海に行きたい。汗流したい。やばい、超疲れた。今日は配達もすごいいっぱい行って、一宮町の街をもう駆け巡ってきました。まかないでね、ナシチャンプルをもらって、海でナシチャンプル食べながらちょっと波チェックしに行って、で波良さそうだったらサーフィンして、でその後はのんびりするみたいな、マイマイの一日はこんな感じ。私が働いてるのって結構超レアで、本当に人が足りないっていう時にお手伝いするっていう感じで、はい、たまにちょっとお手伝いで出たりしております。ということで、いやー楽しかった。なんかいいね。私はいろんな仕事するのが好きだから、ナシチャンプルで仕事したり、フリーマーケットやったり、サーフガーデンやったり、村スポでお仕事したりって、なんかもうマルチにいろんなことをやってね、いろんな人のつながりがあって、なんかやっぱ働くの、仕事するの楽しいなって改めて思いました。今日ご注文いただいた皆さんありがとうございます。ということで、今からサーフボード選んで海に行きたいと思います。レッツゴー。お疲れ様でした。終わりました。これね、ドラム缶と椅子もね塗ったんだ、この前。そういえば車と同じ塗料を使って塗りました。めっちゃ可愛いでしょ。で、車はじゃじゃーん、暑いわ今日も。夏は意外と水温がちょっとね、なんか冷たかったりもするので、
まだね今年1回も着てないから、このロンスプ持っていこうかな。ロンスプ持っていってやろうかな。一応これ70のロングボードと70の青いやつと、これがビーチアクセスのスポンジボード。一応これも持ってる。ビーチアクセスのスポンジボード持っていこうかな。いい波に乗りたいというよりかは、海に使ってなんかこうリフレッシュしたいみたいな、なんか入れる時にやっぱり海に入りたいってすごく思うので、どんなコンディションでもそのコンディションに合わせてこう板を変えて楽しむっていう感じで、なのでマジでジャンクでやばい時はこのビーチアクセスのワックスフリーのスポンジボードでサーフィンすることが多いです。もうねスープでも乗れるし、どんな波でも乗れるし、ぐっちゃぐちゃでもやっぱ楽しいんですよ。なので、ちょっとやばい時用にこの板を積みます。いくつか板を持ったのでOK。暑い。じゃあもう汗流しをしに海に向かっていきましょう。いやー疲れた。働いたぜ今日も。このさ、梨チャンプルの向かいのね農家さん1個100円で野菜売ってるのすごい美味しいし、めっちゃ仲いいんですけど、ほんとなんかこの一宮に移住してご近所付き合いもすごいあるし、めっちゃ楽しいですね。この後海に行ったらちょっと今日のね今回の YouTube のタイトルにもあったと思うんですけど、私が移住した一宮に移住したきっかけと、その移住に対しての、不安とか質問とかなんかないですかってインスタでね募集をしたんですけど、なんかすごいたくさんコメントがあって、その中でもなんかすごい質問が多かった内容、5つぐらい後ほどね答えていきたいと思います。この一宮を選んだのも別に一宮町に知り合いとか友達がいたわけでもなくて、住んだこともない町なんだけど、オリンピックがこの町で開催されるっていう、ほんとただそれだけがこの一宮を選んだ理由だったんですよ。なんかここに引っ越したらサーフィン上手くなれそうとか、そういう理由もあってなんですけど、そうだからみんなも移住に気になってる人も多いとは思うので、今回はね、このタイトル通りそんな移住についての Q&A を後ほど答えていきたいと思います。ホワイトバッファローブランケット、よいしょ。今からランチタイムしたいと思います。今日はじゃじゃーん、梨チャンプルー。これは今日の仕事のまかないです。ちょっとこの海を見ながらね、梨チャンプルーを食べながら、いくつか質問を答えて、その後海に入っていきたいと思います。イエーイ。この梨チャンプルを食べたいと思います。梨チャンプルの一番人気の一宮梨チャンプルです。じゃーん。まずは麺が入ってます。いただきます。美味しい。ちょっとご飯を食べながらなんですけど、インスタに来たコメントいくつか返していきたいと思います。私が移住したのは2022年の4月にこの一宮町に移住してきたんですけど、今3年か、住んで3年ぐらいって感じですね。じゃあまず1つ目の質問、
じゃじゃん。移住を決断するときに将来の生活への不安とかありませんでしたか？これは正直あんまりなくって、むしろ移住する前の生活に疑問を抱いていて、なんか私は東京に住んで、以前は渋谷、表参道、六本木住んでたんですけど、なんかずっとこのまま都内に住んで、なんかこう仕事だけに生きていくのかっていう不安が逆にあったので、なんか海沿いに移住することによってそういうコミュニティができたりとか、理想のサーフィンライフを送れるから、なんか全然不安とかそういうのは全くなかったです。次、結構これも多いんですけど、移住、地域性があるとは思いますが、移住して一番良かったことはありますか？これに関しては同じ趣味を持つ友達がいっぱいできましたね。移住したことによってなんか同じ趣味を持つ友達というか、なんかこう海が好き、自然が好き、ナチュラルに生きてる人たちがこの町にはすごくたくさんいて、なんかすごくこう移住してきて自分が自分でナチュラルに生きることができるようになった。それがすごく良かったです。はい、次の質問。大体の家賃知りたいですっていうのが来たんですけど、今私が住んでいるところの家賃はなんと3万8000円、間取りが 1LDK、リビングがあって、あと4畳ぐらいかな、4畳の寝室があって、リビングがあって、あとキッチンスペースがあって、バストイレも別だけど、建物自体はすごい古いし、この一宮町のあたりにこのぐらいの値段で住める物件っていうのは大体アパートが多いです。だから木造がマンションとか綺麗なところを探そうと思うと意外と賃料高いです。大体ね、私が移住してきた時に一番最初に住んだ家って家賃が10万円だったんですよ。 2LDK かな、新築の物件、外シャワーがついてて物置がついててっていう、なんかファミリーでも住めるような戸建てみたいなね。でも友達のお家とかもだいたい4万円とかそれぐらいが相場です。なんかそのアパートにね、古くてもいいっていう感覚だったらバストイレ別で4万円、4、5万ぐらいが結構多いかも。だけどちょっと綺麗でいい家住みたいだったら7万円から10万円ぐらいかな。でも本当に新築でいい家ってなると、やっぱり東京のお金持ってる人に向けて作られてる物件が多いから、意外と都内とそんなに変わらないぐらいな賃料してきちゃったりもします。はい、次、友達がいないことが不安でしかなくてっていうコメント。これね、何件かねこのコメントいただいてて、知り合いがいないからとか、なんかそういうコメント。移住してきたら本当に友達できます。で、よく行くカフェとか海とかいろんな、いつも私も同じポイントで入ったりするんですよ。この一宮海岸のある一定の場所で入ったりするんですけど、そこで知り合った人とかと顔なじみになって、もう女子も男子もですけど、こっちに移住してきてから友達めっちゃできましたね。海沿いのつながりってブワーって広がるんですよ。やっぱりサーフィン移住をすることによって、サーフィンっていうキーワードがあるだけで本当に友達はすぐできるから、なんかその知り合いがいないとか友達ができるか不安ということに関してはもう心配しなくてもいいと思う。その代わりやっぱり海で会った人にこう挨拶をするとか、なんかこうコミュニケーションを取ったりとかすることによって本当にね、知り合い友達できていくと思います。憧れます。お金や仕事の不安はありませんでしたか？はい、この質問もやっぱすごい多い。ちょっとさっきと重複するんですけど、お金の心配っていうのは正直7年不動産の会社で勤めてた時の貯金がね、めちゃくちゃっていうほどでもないけど、ぼちぼち2年間ぐらいは遊んで暮らせるぞぐらいなお金はあったんで、だからお金の不安っていうのはなかったんだけど、仕事に関しての不安も正直なかった。なんか自分はどこでも働けるって思ってたし、移住してきたタイミングは私インスタのフォロワーが、3000人ぐらいだったんですよ、もともと。で、移住してから、数ヶ月で1万人になって、移住してから1年ぐらいで3万人になってっていう感じで、ポンポンポンとこう増えていったわけなんですけど、もともとはインスタグラムとか YouTube もやってなかったし、そういった SNS 関係でのお金っていうのは一切なかったんですよ。だからこっちに移住してきて、私はどういう風に生活をしていくんだろうっていうのはちょっと考えてました。で、移住してきたタイミングで一番最初に働いたのは、オリンピックの会場で
オリンピックの会場の運営スタッフとして最初働いたんですよ。その後っていうのは正直仕事が決まってなくて、で一番最初に私が、オリンピックの会場の次に働いた先がこのナシチャンプルなんですよ実は。で、最初はナシチャンプルでアルバイトしながらインスタとかの更新をとにかくなんかそれも仕事じゃなかったから、こっちに移住してきた楽しいサーフィンライフをありのままインスタに載せて、なんか私でこういう最高な生活できてるっていう、なんか私の生活をみんなに伝えたいとか、なんかそういう気持ちでインスタをとにかく更新したんですよ。で更新しながらアルバイトしてみたいな、最初の時期ははいそんな感じでナシチャンプルでアルバイトして、でその後はいろんな仕事した。サーフガーデンにも勤めたし、ほんとちょこっとだけパタゴニアにもね、受かってパタゴニアに最初お仕事ちょこっとして、なんだかんだ私ってすごくやっぱお仕事大好きでいろんな仕事やったりとかしてて、エアビーとか貸別荘とかの製造のお仕事もしたことあります。これはね時給がめちゃくちゃ良くて、その時の時給は2000円ぐらいだった。でだいたい1日3時間ぐらい空いた時間で、10時11時12時とか3時間だけアルバイトみたいな形になるんだけど、3時間で6000円ぐらいお給料もらえて、その前後はサーフィンやってとか、そんな感じでなんかすごいいい仕事だなと思って、それで仕事してとかで、その合間にもまたインスタの更新したりとか、なんかそんな感じで生活してたんですけど、なので、仕事に関してとかお金に関してこっちに移住してきて不安がありますっていう人もいると思うんですけど、その皆さんにお伝えしたいのは、なんとかなると思います。こっちね海沿いのお店結構時給も1500円から2000円とかで雇ってくれるところも多いし、結構人足りてないところも多いので、働き先ってめちゃくちゃあると思います。あとはそのエアビーの清掃のお仕事なんかはもう今みんな喉から手が出るほど清掃のお仕事欲しがってる人もいるから、そういうところでアルバイト、隙間時間でアルバイトしてとかでなんとかその月4万円ぐらいの家賃を払って、社会保険とか年金とか食費とか払って、1ヶ月遊びながら生活していくぐらいのお金を稼ぐっていうことはこの町でできると思います。ただやっぱり普通にこう正社員として勤めたいとか、ある程度将来のためにめっちゃ貯金したいとか、そういう風な考えを持ってる人だと不安はあるかもしれないけど、こっちに移住して住んでる人たちのほとんどはリモートワークとかでリモートでお仕事しながらサーフィンしたりとかっていう生活をしてる人とかもいて、そんな感じで、すごくねみんな自由に楽しんで生活してます。今回はいくつかねちょっと移住に関しての質問とかを答えてみたんですけど、なんかほんと一宮町に住んでよかったなって思うことは、やっぱり毎日の生活が超豊かになったなって。なんかこう海沿いで海と共に生活する、自分の憧れだった生活が今できてるので、なんか前ほど貯金ができなかったり生活が豊かじゃなくてももっと豊かになったと思う。私的にはお金が別になくてもそんなになくても生活していくだけのね、お金は稼ぐことできるし、今はすごくこう SNS 関係ですごくお仕事で、お給料いただいてるので、正直前の会社にいた時とそんなに大きな差はないぐらい今はなんかお仕事稼がせてもらったりとかしてるんですけど、ただこれがいつまで続くかわからないと思うんですね。私のその生活もしかしたらあと 2,3 年とかで YouTube とかそういう SNS 関係のこととかいろいろできなくなってきたりとかするのかなって、そうなった時にじゃあ次何のお仕事しようかなって、またそれはその時に考えようっていう感じでも私はいいと思ってます。この考え方不安だって思う人多分すごい多いと思うんですけど、海沿いに住んでたら本当になんとかなるっていうぐらいみんな助けてくれるし、なんか生きていける。別になんかアルバイトでだけでやってってもいいと思うんですよね。フリーランスでやってってもいいと思うし、なんか人それぞれ別にそんなすっごい貯金して生きていかなくても私はいいと思ってて、だっていつ死ぬか分かんないし後悔のない生き方をしたいなって思って日々過ごしているから、なんか先が心配だから楽しいことを全くしないで
毎日毎日働いて貯金してっていうよりかは、明日死んでもいいように毎日すっごい楽しみながら最低限の暮らしで生きていくっていうのが、私にとってはすごくなんか合ってる、私にはすごくその生き方が合ってるなっていうので、今こっちに移住してきて本当に幸せだし楽しいなって思ってます。だからこの一宮町すごくね、今住みやすいし大好きな町だし、ここで子育てしたりとか、今後の将来ここの一宮町でなんかいろんなことしていきたいなって思ってます。はい、ということで、なんかまだまだすごい話したいことたくさんあるんですけど、あまりね話しすぎると日が暮れてきちゃうかもしれないので、一旦この辺りで、ちょっとね汗もすごいしお腹もいっぱいになったので、海に入っていきたいと思います。波はぼちぼちなんですけど、とにかく海に入るだけでストレスが水に溶けたり、疲れが水に溶けたり、悩みが水に溶けたり、なんかね、波に乗る乗らないとかじゃなくて、海に入ることですっごいリフレッシュできるから、とりあえず一汗流しに海に入っていきたいと思います。海に入ります。今日はスポンジボードでやりたいと思います。じゃん。よいしょ。一応波情報的には20点だから、ただ今日この海の日、7月の21日の海の日にしては、だから人がすごく少ないんですよ。波情報が20点だし、あんまり波が良くないっていう予報だから。なのでそんな日こそチャンス。このマジックボード、必殺ビーチアクセスのボードで行きたいと思います。マックスフリーのボードなんでワックスは塗らなくてもいいんですけど、結構滑るの気になっちゃう人とかはここでね、ワックス塗ってもいいんですけど、私は基本これは塗らずに使ってます。 EPS の素材、この EPS の素材を半分だけこうソフトで包んでるんですよ。 HS シリーズ、半分ソフトっていうシリーズなんですけど、半分ソフトなんですよ。こっち側当たっても痛くない、怪我しづらいで、裏は EPS、 もう普通のハードボード、サーフボードと同じ半分 EPS 半分ソフトの略だから、これはもうマジックボードなんです。ほんとソフトボード単体だとあんまりこうさ、なんか板を動かしたりとかもしづらかったり、なんかソフトボードって感じなんですけど、ハードボード、もうサーフボードに近い乗り心地だから、今日はそれをね、波いい時にやったら本当によくって、ぜひ今日そんな感じでこのボードの板、すごいソフトボードなんだけどめっちゃ走る動くボードっていうのをちょっとね、みんなにお見せしたいなと思うので、乗れるようにねちょっと頑張っていきたいと思います。見た目も超可愛いよね。持った感じこんな感じ、はい、めっちゃ可愛いし乗り心地もいいしおすすめです。概要欄にこのボードの詳細の載せておくので、ぜひチェックしてみてください。クーポンコードマイマイで 5% オフで購入できます。もともとも安いし、クーポンコードも使えるからめっちゃお得にゲットできます。それでは着替えていきたいと思います。日焼け止めはこのタバルアの日焼け止めです。じゃあ行ってきます。
いうことで今日はこちらのビーチアクセスのスポンジボードでサーフィンしてきました。で今日はね20点っていう点数でみんな多分あんまり期待してなくて、すごいその3連休にしては人が少なかったんですけど、この板のおかげで楽しめました。こうちょっとこういう動きができたりとかで、あとはずっと長くね浜の方まで乗っていけたりとか、とにかく浮遊感がめっちゃ楽しくて、スピードがすごい速い。あとこの板はスポンジボードってスピードがあんまり出なくって遅いものが多いんですけど、このね HS シリーズ半分ソフトの板はすっごいスピードが出る。だからもうショートのいつものボードとは変わらないぐらい速いんですよ、スーって。そういうのもまたすごいなと思ったり、とにかくこの板楽しかったです。まあなんといってもこのデザインが私はすごい好きなんですけど、これ以外にもねもっとめっちゃ可愛い色もいっぱいあるので、ぜひですねビーチアクセスサイトをチェックしてみてください。いろんな新作が続々出ていて、で何より可愛いのにお手頃価格でゲットできるので、なんかサーフィン始めたいなっていう方向けの本当のこうなんて言うんだろう、サーフィン入門編のスポンジボードとかもあったりします。すごいこのね一宮で見る夕日も本当に今じゃ当たり前になっちゃってるけど、なんかこう海でサーフィンしながら夕日綺麗だなって見たりして、なんかそういうのでも心洗われたりとか、なんか本当にね移住してすごい幸せですということで、これからもこの大好きな移住先の一宮町のいいところ、おすすめスポットもたくさん紹介していきたいし、マイマイの旅もたくさん紹介していきたいし、もう明日からは北海道に行くので、そちらの北海道もねちょっと YouTube 撮れたら撮りたいなと思ってるので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをしていただいて応援していただければと思います。皆さんコメントもお待ちしてます。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ではではまた見てね。チャオ。